父さんの時からもう変わってないんです。いや、親父は急に亡くなりはったので、わからないのよ。こんな感じで、うちともう一軒ぐらいだけかな、特別ブレンドで。これが見えてんのが多分カツオやったりするかな、ほんまの本ガツオで、あとはサバとかいろいろ入ってるからあれですけど、企業秘密でこの釜が結構特殊な釜で、はい。普通はこう回るので、真ん中がポコポコなんだけど、これバーナーがこっちについててこう回るようになってて、なんていうの、こっちの方が体重が時間が長くなるからいいだけや。これそばが回ってんねんけど、出汁の作り方はもうお父さんの時からもう変わってないんです。いや、親父は急に亡くなりはったので、わからないのよ。親父がどうやって作ってたかを。僕は師匠さん、明石の東屋っていうとこのお師匠さんで、辰巳食品ってカツオ屋さんの、番頭さんとかにこういろいろ教えていただいて、この時間とかに来ていただいて、実際に見たりとか、それで再現していったわけです。おそらくこうしていただろうとか、ほぼほぼ師匠の取り方やねんけど、間違っとったらもうなくなりはったから、天国で怒られるかもしれんけど、やり方ちゃうねんみたいな言われたらどうしようかな。こんなんでなかなか伝える方がね、だんだん減ってきてる。教えてくれっていう方も減ってるし。もうちっちゃい時食べたのを思い出しながら。サイズ感とかそのボリューム感とかは覚えてるけど、細かい味であったりなんて考えて食べてないから、学生の時なんて。もう自分と師匠を信じるしかないんだ。結構ゆっくり抑えなあかんですか。そう、ゆっくり抑えんと、一気に抑えたらやっぱ細かい、せっかくこしてる部分が出てきちゃうから。けど全く絞らんかったらなんか逆に深みも出えへんというか。80点かな。毎日もラッシュスタグラムってやってて出しばっかり毎日あげてるんで、もう2000件ぐらいなっとんちゃうかな。なんかこの今のお店の
出汁の作り方って誰かにこう伝えたいとかってあるんですか？いや、仮に、息子やったり、ここを後継ぐ人が、僕、親父が亡くなった時に全くデータがなかったから、すごい困ったんですよ。なんかこう、動画に残ってたらヒントにはなるかなと思ってて。首をくっつけといて、ほんで一晩寝かしたらちょっと身が締まるから、ほんで、1本に対して4分の1足してつけてるから、でキュッてしてたら、こう中の水分が外出るから、しっついてくる。このクリップ感が損なわれず、エビもしっついていく。ビビるぐらい何も入ってないカレールーで、普通なんかリンゴと蜂蜜が入ってたりとか、このルーに練り込まれてたりとかすんねんけど、このルーはマジで何も入ってないっていう。だから逆に言うたら、うちのブレンドはスパイスブレンドっていうよりかは、だしがブレンドされてるから、だしで味付ける感じかな。長くやってると、これのやり方教えてくださいって言うけど、袋を破るだけやからなんとも。チープなブレンド、だしでブレンドやから、そういう部分っていうのはだしでつけるように作ってますね。で、師匠が言うてた25年前に。片栗でさっきのカレー粉を入れてっていうことが、僕は多いんかな。だけどこれ、小麦しか使ってないんで、片栗粉を使ってないカレーっていうのが、珍しいっちゃ珍しいのかな。師匠のやり方でやってるだけやからあれやけど、和食とはちょっと違うし、出汁の取り方とかも、普通のうどん屋さんとはカレーちょっと違うしって、よく考えてくださってて、やっぱ教えていただく方が良かったんやなと、僕ありがたく思っております。もうね、亡くなりはったけど、すごい厳しく、1年間っていうのはすごかった、ほんまに。壮絶な1年間。いろんな情報が一気に。で、親父死んで悲しんでる暇がなく、それが来たんで、よかったなと思って、打ち込めたし。で、お師匠も亡くなりはったんでしたっけ？亡くなりました。で、今、奥さんだけ中で、息子さんのお手伝いしてある、二代目さんの。なんか早く伝えなあかんっていう、そういう使命感があったんですかね？息子さんはもう師匠丁寧に教えてはったと思うから、もっとね、僕も丁寧に教えていただいたけど、もっと息子さんにはしてたと思うんで、1年間でこれだけのことを教えていただいたから、やっぱ、羨ましいなっていうのはちょっとありますね、息子さん。5年ぐらいね、ついて教えていただいたみたいから。
あんまり言葉で教えてくれなかったんですか？そうね、背中で語るというか、丼をこう作ってるじゃないですか。丼の作り方教えてもらう。こう作ってて、後ろに、僕が後ろで見とけって言うから、後ろにこうやって師匠の背中が見えとって。物見えてないから、で、急に、お前作れ、次作れって言われても、できるわけわからないっすってなって、わからないっすって言われへんやん。そうね。だから、見よう見まねでバーってやんねんけど、絶対間違うから、絶対蹴られるっていう。あれは理不尽やと思ったわ。あんた背中で見えへんねんみたいなツッコミを。あえて厳しくしちゃったんかもしれないですね。いや、あえて厳しくしてくれてほんまによかったと。なんか大会系みたいなね、昭和な感じが。僕も運動部出身だからね、やっぱ先輩後輩とか、そういう先生様とは言わんけど、愛の無知とかで育ってる方なんで。息子さんには、この店、いや、こんな昭和なことせんでいいと思う。だから、まあまあ、息子じゃないしにしても、これにすごく興味がある外国人でもいいから、興味がある方が一生懸命やってくれるならいくらでも教えるし。一応、この達也っていうのが親父の名前で、なんか、何でもいいから残してあげたいなとは思ってます。なんていうのかな。料理人じゃなくて、これとこれと使って何か料理しなさいっていう仕事じゃなくて、その火の調整で、カツオのあれもそうやけど、こういうこと一つとっても、余熱とか計算したり。だから料理っていうのは僕できなくて。道具がないと何もできないっていう。店のもの持って帰って家で炊くようにして、おじやするようにしてる。これそば粉がそばの実だけ使ってる。そばって外側の殻と、薄皮とでまだ甘皮とほんで中の実があって、これの真ん中の部分実の部分だけ使うから白いそばで、真ん中は味は薄いけどなんか甘みがあるというか、僕は好きで。すいません、行きます。
ちゃん、じゃあ先言ってた肉屋さんで、もうずっと昔からの勝手に来ておったの怒られる。雑談してから。いつも通りのお茶飲むのか。はい。はい。この人にはほんまにお世話になってるんで、いつも。お互い様や。いや、そんなん言ってもらえる。すいませんな、もうありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。怖い怖い。ありがとうございました。すみません。です。ご苦労様です。明日はいいの？明日もらいます。あはい。ありがとう。です。ご苦労様です。あ、肉。さっきカレーに使ってた